今日紹介するのは川崎が海外向け2011年モデルとして発売を開始した忍者1000です。今日試乗していますのは ABS 仕様ですね。はい、この忍者1000ですけれども、パワーユニットは Z1000 から引き継いだ水冷4ストローク4バルブ DOHC 並列4気筒エンジンです。Z1000 の時はアクセルをちょっとでも開けるとドーンとパワーが立ち上がって、そしてエンジンブレーキも強めに効くと、そういう設定だったんですけれども、またそれが Z1000 の面白さであったわけですけれども、この忍者1000、その面白さは十分に引き継いでますね。エンジンのキャラクターは Z1000 より、ほんの少しマイルドになったかなという感じはしますけれども、やはりアクセルをちょっとでも開けると、アクセルワイヤーがピンと張ったあたりからもうパワーがドーンと立ち上がって、そしてアクセルを閉じるとエンジンブレーキが強めに効くと、そういう味付けになってますね。低めのギアに入れてアクセルを開け閉めすると、車体のピッチングを誘発するぐらい、それぐらい、そういった味付けは濃くなっているわけですけれども、コンスタントスロットルで淡々とツーリングしたければ、もうどんどん高めのギアにシフトしていって、2000回転も回ってればもうトルクパワー十分なんですけれども、そうすると車体のピッチングも抑えられて、疲労も軽減できると、そういったキャラクターになってますね。そういう意味ではこの忍者1000、例えばワインディングとかではアクセルを開け閉めした時のレスポンスを楽しみ、今のように高速道路を使ってツーリングするような時はもう高めのギアにシフトしまって、余裕の低速トルクを生かして淡々とツーリングする、いろいろな使い方ができそうなオートバイとして非常にまとまりがいいと思います。あまりお行儀のいいエンジンだと、やはりこうした高速道路のクルージングなんか飽きてしまうということがあるんですけれども、ギアによってですね、キャラクターがかなり変わりますので、飽きることなく長距離のツーリングもこなせるかなと、そういった印象があります。忍者1000の足回りですけれども、前後ともにスーパースポーツ並みの、装備が行われています。スポーツバイクとして見ても程よいですし、ツーリングバイクとしてもなかなかの乗り心地の良さということで、かなり的を得たセッティングだなと、個人的にはそういう気がします。ブレーキは前後ともに、ペータル形状のディスクを採用した、前輪がダブルディスク、リアがシングルディスクになっています。利き加減なんですけれども、これはもう何度も、お伝えしていますけれども、近年の川崎らしい味付けがベースになっていることは間違いないですね。フロントブレーキはライダーの入力に対して、かなり忠実に効くと、いきなりガツンと強めに効いたりとか、セルフサーボが強く立ち上がると、そういったキャラクターではない感じがしますね。対してリアブレーキは結構実用的なリアブレーキで、例えばすり抜けの時引きずりながら走ったりとか、コーナーリングで、駆動力の調整に使ったりとか、そういったことが非常にやりやすいリアブレーキになってます。ただこの忍者1000に関して言うと、これまでの川崎車の、ロードスポーツの、ブレーキの味付けとはちょっと違って、フロントブレーキはやはりやや強めに制動力が立ち上がる、そういった味付けになってますね。そこは忍者1000ですから、かなりスポーティーな味付けを意識したのかなと、そういう想像ができます。はい。そして高速道路上でのハンドリングなんですけれども、これはまさにもうこのマシンのコンセプト通りという感じで、スーパースポーツとロードスポーツのちょうど中間あたり、そんなハンドリングですね。こんな感じでレーンチェンジしても、鋭すぎず、鈍すぎずという感じで、実にちょうどいいですね。ちょっと高めの速度域が好きなライダーにとってはかなり馴染みやすいハンドリングだと思います。直進安定性も言わずもがなですがかなりまっすぐ走ってくれますし、これであればロングツーリングで景色を見ながら走るといった時も、安心して走ることができる、そういったハンドリングになってますね。はい。あとツーリングといえば、この忍者1000の特徴として、ツーリング性能がかなり重視されているということが挙げられますが、まずですね、フロントのウィンドスクリーンです。今高速道路上ということで一番高くした状態になってますけれども、
この状態から下に2段、合計3段階にスクリーンを調節できるようになっています。ちょうど、風から守ってくる高さがですね、このウィンドスクリーンを一番高くした状態で、ちょうど本当に、首から下あたりという感じですね。はい、そしてこの忍者1000、ツーリング向きの特徴として豊富なアクセサリー類が用意されているということがあります。グリップヒーター、両サイドのパニアケース、そしてトップケースまでもが用意されているので、この忍者1000のスポーツ性能を生かしながらツアラーとして使うこともできると、そういう設定になっています。スポーティーなマシンでツーリングをするライダーにとっては非常に有効な装備だと思います。実際この忍者1000、エンジンのキャラクターが先ほど申し上げました通り、かなり飽きのこないエンジンのキャラクター、味付けになっているので、長く所有するオーナーがかなり増えてくるんじゃないかなと、そういう予想ができますが、そうなってくるとスポーツ走行だけではなくて、たまにはロングツーリングに出てみたいと、そういった方も増えてくると思います。そういった時に豊富なアクセサリーが用意されているというのは、かなりのアドバンテージになるんじゃないかなと、そういう気がします。そしてこの忍者1000のライディングポジションですけれども、ハンドルバーはかなり開き気味なんですけれども、高さは自然な位置で疲れは結構少ないですね。ウィンドスクリーンの関係もあるんですけれども、前方から吹いてくる走行風に寄りかかるような形になれば、かなり疲労も軽減できますし、足に関して言うと、忍者 250R とか 400R はかなりタイトな設計だったんですけれども、さすがにこの 1000cc クラスの忍者1000になると足元も、少し余裕が出てきてますね。ロングツーリングでも疲れが少ないポジションだと思います。あとこの忍者1000、これまでご紹介した忍者と同様、音がいいですね。今ちょっとトンネルの中なんですけども、聞こえるでしょうか。音量がそれほど大きいわけではないんですけども、よく消音されてるんですけれども、音質がいいのでなかなか、刺激的なというか、ライダーをその気にさせる排気音ですね。はい、忍者1000で、ワインディングに差し掛かりました。ちょっとスクリーンを下げたいと思います。下げるのはですね、レバーを押し込むだけなので、片手でもできますので、走行中でもなんとかやることができますね。はい、ハンドリングは非常に素直ですね。倒し込みもしやすいです。このワインディングいつもの通り少し荒れてるんですけれども、非常に走りやすいですね。エンジン特性なんですけれども、高速道路上でも少し話しましたが、アクセルを開けるとパワーがかなり、スピーディーにこう立ち上がってくるというキャラクターなんですけれども、その一方でアクセルを閉じた時には、エンブレもかなり強めに効くと、そういう味付けになってますんで、こういったワインディングで、エンブレを当てにしている方は結構走りやすいかもしれないですね。私は普段はあんまりエンブレは頼りにしない方なんですけれども、これはこれで、かなり走りやすいですね。リアタイヤのグリップもいいですし、そういった意味では、エンジンブレーキをかなり当てにして走ることもできますね。もうパワーの方は余裕しゃくしゃくですね。今タコメーター見ていただければお分かりいただけるかと思いますけれども、それほど回してるわけではないですけれども、シフトをかなりサボることもできますし、ミッションの方もかなり扱いやすいギア比になっているので、スポーティーにシフトしながら、ワインディングを駆け抜ける、そんなことも自由自在にできますね。シートの形状がいいのか、荷重をイン側にかけやすいですね。今私は撮影機材の関係もあるので、
それほど体をイン側にずらしたりとかそういうアクションはしていないんですけれども、シート形状がよく荷重をかけやすいので、どっかりとシートに腰掛けたままでも、自由自在に曲がることができます。ABS は今ちょっとかかったんですけれども、ツツツツっとこう、細かく、振動を伝えてくるタイプ、ABS が効いてますということがよくわかるので、普通はこの方が走りやすいかなと、そういう気がしますね。ハンドリングは実に川崎らしいもので、スポーティーにも走れますし、ツーリングのようにこうゆったりと、マシン任せに走っても、全く違和感がないハンドリングという感じで、実に乗りやすいです。ABS は結構頻繁に効きますけれども、車体合成がまず非常に、あるということと、ロードホールディングがいいので、ABS がたとえ効いたとしても不安な感じは全くしないですね。こういったシーン、スーパースポーツのようにフロントブレーキを残してもいいですし、リアブレーキ、エンジンブレーキを当てにしてイージーに駆け抜ける、そんなことも自由自在にできます。川崎はツーリング性能を重視してこの忍者1000を開発したと言ってますけれども、こうしてワインディングも走ってみると非常に、多種多様なシーンにマッチするバイクで、これは多分長く所有されるオーナーが多くなるんじゃないかなと、そんな予想ができますね。はい、この忍者1000、スポーティーにツーリングを楽しみたい方にはなかなかぴったりのオートバイだなと、コンセプト通りのバイクだなと、そういう気がします。